20年後の自分からの手紙。親愛なる過去の僕へ。今、君は深い闇の中にいることを僕はよく覚えている。突然の解雇、健康への不安、そして終わりの見えない経済的困窮、世界情勢の混乱、物価の高騰、そして何より未来への希望を完全に失いかけているその気持ち、全てを僕は体験し乗り越えてきたんだ。君に最初に伝えたいのは、君は生き延びるということなんだ。そしてただ生き延びるだけじゃなく、今じゃ想像もできないような豊かさと平安を手に入れている。それは必ずしも金銭的な豊かさじゃないけど、魂の深い部分での充実感と真の意味での安心感なんだ。最初の一歩。自分を責めることをやめろ。まず今すぐにでもやめてほしいことがある。それは自分を責めることなんだ。解雇されたのは君の価値が低いからじゃない。時代の変化、経済の波、企業の都合、これらは全て君個人の努力や能力とは別の次元で動いている巨大な力なんだ。僕は20年かけて学んだ。真の強さっていうのは、自分でコントロールできないものに対して無力感を感じることじゃなくて、自分にできることに集中することなんだ。そして自分にできることは君が思ってるよりもはるかに多いんだよ。危機の中で見つけた真の財産は何だかわかるかい？君が恐れている最悪のシナリオがあったね。それは通貨の機能停止。実際に僕たちはその一部を体験した。2028年の世界的な金融危機、2030年代初頭の日本のハイパーインフレ。でも驚くべきことに、それらの時代こそが僕たちに最も大切なことを教えてくれた。それは人とのつながりの価値だ。お金が価値を失いかけた時、人々はお互いを頼り合うようになった。君が今感じている孤独感は、実は多くの人が共有していた。コミュニティが自然に形成されて、スキルを交換し助け合う文化が生まれた。僕は今、20年前には考えもしなかった多くの友人に囲まれている。彼らとの出会いは全て困難な時期に始まった。共に野菜を育て、修理を手伝い合い、知識を分け合った仲間たち。お金じゃ買えない真の絆だ。そして自分の手で作り出す力だ。通貨が不安定になった時、僕たちは自分の手で価値を生み出すことを学んだ。最初は失敗の連続だった。種をまいても枯らし、作ったものは壊れ、計画は頓挫した。でも継続こそが力になった。今僕は自分の食べ物の 70% を自分で作ることができる。家の修理も衣服の作成も基本的な医療の知識も身につけた。これらはどんな経済状況でも奪われることのない真の財産だ。今から始める具体的な行動指針を伝える。1、知識とスキルの蓄積。今すぐ開始だ。学習すべき優先分野。基礎的な食料生産。ベランダでもできるプランター栽培から始めろ。トマト、レタス、ハーブ類。失敗を恐れず毎日観察し記録をつけることだ。基本的な修理技術。 YouTube で学べる簡単な電子機器修理、衣服の補修、自転車のメンテナンス。工具は少しずつ揃えていく。保存食作りの技術。塩漬け、乾燥、発酵。これらの知識は食糧危機の時に命を救うんだ。基礎医療知識。応急処置、薬草の知識、病気の予防法。図書館で本を借りて学ぶことから始めよう。2、コミュニティの構築。段階的にやるんだ。第1段階。今から3ヶ月。近所の人との挨拶を始める。地域の掃除活動やボランティアに参加する。SNS やオンラインで同じ関心を持つ人を見つける。第2段階。3ヶ月から1年。スキル交換のネットワークを作る。君ができることと学びたいことを整理しろ。地域の農業体験や工作教室に参加する。小さな物々交換を体験してみる。3、資産の多様化。可能な範囲でやろう。お金が全てじゃないことを学んだけど、賢いお金の使い方も重要だ。実用的なスキルに投資。講座や教材、基本的な工具、長期保存可能な物資。米、塩、砂糖、缶詰などの基本食材。多様な価値保存手段。現金だけじゃなく物々交換可能な物品も考えよう。4、心の健康管理。毎日やるんだ。朝のルーティン。日の出とともに起き、
感謝の気持ちを3つ見つける。15分の軽い運動。散歩でも十分だ。その日学ぶ一つのことを決める。夜のルーティン。その日達成したことを記録する。どんなに小さくても明日の一つの目標を設定する。深呼吸と瞑想を5分間。困難な時期の乗り越え方をわかるかい？ 2027 年に大失業時代が到来した。僕はまた失業した。でもその時の僕は2024年の僕とは違っていた。なぜなら依存するものが分散していたからだ。収入源は複数あり、食料は一部自給でき、コミュニティには頼れる人がいた。その時学んだのは完璧な安全など存在しないということ。でも完全に無力でもないということも真実だ。準備と覚悟があればどんな困難も乗り越えることができる。2030年にはハイパーインフレになった。お金の価値が10分の1になった時、僕たちのコミュニティでは独自の交換システムが機能してた。僕が育てた野菜と隣人の修理技術、友人の編み物と僕の料理。お金の価値は下がったけど人の価値、スキルの価値は決して下がらなかった。20年間で僕が最も驚いたのは人間の適応力だ。困難に直面した時、僕たちは思ってもみなかった力を発揮する。想像力、協力する力、生き抜く力。これらは平穏な時には眠ってる能力だ。経済危機を通じて僕たちの社会は根本的に変わった。効率性や競争よりも持続性や協力が重視されるようになった。精神的な豊かさ、人とのつながり、自然との調和。これらが新しい富の指標となった。困難な時代は技術の民主化も促進した。 3D プリンター、太陽光発電、水耕栽培。これらの技術が小規模でも実用的になり、個人でも手軽に活用できるようになった。 YouTube やオンライン教育がさらに発達し、20年前に比べて知識を学びやすくなった。日々の心構えは今日できることに集中するなのだ。未来の不安に圧倒されそうになった時、僕はいつもこの言葉を思い出す。20年間の道のりは全て今日一日の積み重ねだった。今日一つの種をまく、今日一つのスキルを学ぶ、今日一人の人と話す。それだけで十分だ。そして失敗は学習のチャンスだということ。僕は数えきれないほど失敗した。作物は枯れ、ビジネスは失敗し、人間関係でも間違いを犯した。でもそれら全てが今の僕を作り上げてるのだ。失敗を恐れることは成長を止めることと同じだ。さらに比較じゃなく進歩を見るということ。他人と比較して落ち込む時間は1分たりとも無駄だ。大切なのは昨日の自分より今日の自分が少しでも前進してることだ。歩みは遅くても構わない。止まらなければ必ず目標に到達するんだ。生き延びるための具体的な生活の知恵を学べ。食料の確保と保存方法を学ぶのだ。基本的な栽培技術、土の作り方、落ち葉堆肥の作成方法、種の保存方法、乾燥と適切な保管、病害虫対策、天然の防虫剤の作り方、保存食の作成、塩漬け野菜、乳酸発酵による保存、乾燥食品、太陽光と風を利用した自然乾燥、発酵食品、味噌、醤油、甘酒の作り方。生活用品の自作と修理を学べ。基本的な修理技術、衣服の補修、ダーニング、パッチワーク、電子機器の基本修理、ハンダ付け、部品交換、家具の修理、木工の基本技術、日用品の自作、石鹸作り、廃油の活用、洗剤作り、天然素材を使用、簡単な工具、竹や木材を使った道具作り、健康管理と医療を学べ。予防医学の実践、日常的な運動習慣、歩行、体操、農作業、栄養バランス、自然食品中心の食事、ストレス管理、瞑想、深呼吸、自然との接触、基本的な治療知識、薬草の利用、身近な植物の薬効、応急処置、止血、骨折対応、熱中症対策、感染症対策、清潔維持、免疫力強化。経済的サバイバル戦略を学べ。複数収入源の確立、スキルベースの収入、修理サービス、電子機器、自転車、衣服、教育サービス、技術指導、語学、音楽、制作サービス、手作り品、加工食品、アート、
物々交換システム、地域通貨への参加、スキル交換ネットワークの構築、物品レンタルシステムの活用、資産保全の考え方を学べ。実物資産の重要性、土地、小さくても自分の農地、工具と設備、生産手段、知識とスキル、奪われない財産、リスク分散の実践、地理的分散、都市と農村の両方とのつながり、時間的分散、短期と長期の両方の対策、形態分散、現金、物品、スキル、人脈、人間関係の構築と維持を学べ。コミュニティ参加の段階的アプローチを3段階で示す。第1段階、観察と学習、地域の活動を観察する、自分にできる貢献を見つける、必要とされているサービスを把握する。第2段階、小さな貢献、ボランティア活動への参加、技能の提供、無償から始める、情報の共有。第3段階、相互依存関係の構築、定期的な交換関係の確立、緊急時の相互支援システム、長期的な協力プロジェクト、信頼関係の築き方、信頼の基盤、約束を守る、小さなことから透明性のあるコミュニケーション、互いの利益を考慮した提案、関係の進化、共通の目標の設定、困難な時期の相互支援、成功の共有と祝福、心の平安を保つ方法を学べ。マインドフルネスの実践、日常の気づき、食事の時、味、香り、食感に集中、歩行時、足裏の感覚、周囲の音に注意、作業中、手の動き、呼吸のリズムを意識、瞑想の習慣、朝5分間の静寂の時間、呼吸に集中する練習、感謝の気持ちを育む時間、困難との向き合い方、問題を小さな部分に分割する、コントロールできることに集中する、解決策を複数考える習慣、精神的な支えの確保、信頼できる相談相手、心の支えになる活動、音楽、読書、自然散策、定期的な振り返りと目標設定、長期的な人生設計、10年後、20年後のビジョン、自給自足レベルの向上、食料自給率 50% 以上を目指す、エネルギーの一部自給、太陽光、風力、基本的な生活用品の自作能力、コミュニティでの役割、特定分野の専門家として認知される、次世代への技術伝承、地域リーダーシップの発揮、精神的な成長、物質的依存からの脱却、より深い人間関係の構築、自然との調和した生活、継続的な学習と適応を心がけよう。学習の優先順位、生存に直結するスキル、食料、住居、健康、価値創造スキル、政策、修理、教育、コミュニケーションスキル、交渉、協力、指導、適応力の維持、定期的な現状分析、新しい技術や手法への開放性、失敗からの迅速な学習。最後のメッセージ。親愛なる過去の僕よ、今君が感じている絶望感は決して永続的なものじゃない。それは嵐のようなもので、激しく僕たちを打ちのめすけど必ず過ぎ去るんだ。そして嵐の後にはより強く、より賢く、より思いやり深い自分が残ってる。20年前の君には想像もできないだろうけど、今の僕は心から幸せなんだ。お金はそれほど多くないけど毎日が充実してる。朝起きると自分で育てた野菜で作った朝食を食べ、信頼できる友人たちと一日の計画を話し合い、手を動かして何かを作り出す。夕方には一日の成果を実感し、明日への希望を胸に眠りにつく。これは君が今いる絶望の淵からは想像もできない世界かもしれない。でもそれは確実に到達可能な未来なんだ。一歩ずつ、一日ずつ諦めずに歩き続けてくれ。今日から始めろ。小さなことから、一粒の種をまくことから、一人の人に挨拶することから、一つのスキルを学ぶことから、君には君自身が信じてるよりもはるかに大きな力がある。その力を信じ、一歩を踏み出してくれ。20年後、僕たちは再び会えるだろう。その時、君は僕が今感じている誇りと満足感を自分のものとして感じることになるんだ。
希望を失わず歩き続けてくれ。愛と励ましを込めて。20年後の君自身より。